何を言っているんだ、ゆり子。困った子だな。姫様、どうしてもどなたもお連れにならないのですか？それはそうだが、まったく仕方のない妹だ。どこでそんな交渉術を覚えたのかな。殿様、よろしいのですか？こう言われては仕方ないだろう。今回はゆり子に気晴らしに行ってもらうのだからね。なるべく望みのままにしてやりたい。ただ千葉君、行き先を教えてくれたまえ。どこに行くつもりかな。そうだな、築地の西洋圏にでも行くかな。分かった。あまり遅くなるようなら迎えをやるから、そのつもりで。何、2時間ほどで大切な妹君はお返しして差し上げますよ、心配性のお殿様。いやいや、本当にあなたには驚かされることばかりだな。無邪気というか強胆というか、それとも全て計算づくなのか、俺にはわからないが、とにかく予想外のことばかりという意味だ。だってあなたは俺を野蛮人と言ったじゃないか。こんな卑しい男と二人きりでは何をされるかわからないんじゃないのか。ああ、あなたがあんまり可愛くて憎らしいんで思わず抱きしめてしまった。そのことは謝ろう。
そうだな。少なくともお兄様は断固反対のようだ。ああ、奥方様は以前から顔見知りだからな。まあ、そんなものでしょう。奥方様には交友関係の広いお友達がいらっしゃるんですよ。俺もその方に紹介されたようなものだ。そのようだな。あなたはまるで夜会に顔を出さない幻のような霊場だった。俺はあなたを探していたんだ。ようやくここまで上り詰め、家族社会に顔を広げ、あなたに出会えるのを待っていた。そしてあなたの顔を見たとき、この人だと思った。出会いのきっかけはあんな場ではあったが、やっとこうして捕まえることができたんだ。そんなことはない。俺がこんなことを言うのはあなただけだ。ほう、奥方様がそんなことを言っていたのか。まあ確かに日々に退屈しているご婦人方にお誘いを受けることも多々ありますよね。お上品な殿様は男としてあまりよろしくないんだろう。もちろん俺はそんな火遊びにもならなそうな高貴な誘惑は丁重にお断りしているさ。ただ好意を持っていただけるのは商売的にも悪いことではないんでね。つかず離れずの関係が一番なんだ。
そうですか。それは光栄だな。いいえ、行きますよ。もう食わないのですか？あなたは小食だな。そうですか。俺はあなたが目の前にいるだけで、ありとあらゆる欲が揺さぶられてしまいますけれどね。では、その皿はもうしまいにして、口直しの甘いものを持ってこさせましょう。タバコを吸ってもいいですかな。そう言うと思いました。聞いてみただけです。そのようですね。その上、ここのところろくに睡眠をとっていないものだから。ああ、まあ本当は毎日でもあなたの元へ行きたいのですが、何分仕事が忙しいのです。それはいいことなんだが、今日はようやく少し暇ができたと思い伺ったけれど、嬉しくてつい飲みすぎてしまったようだ。
大丈夫ですか？震えているな。俺が怖いのか？いくら強気な娘と言っても、こうして抱きしめてしまえばただのねんねだな。どうだ、このまま溺れてみるか。あなたに知らない世界を見せてやるぞ。痛いな。はしたないことをしますね。家族令嬢ともあろう夫人が。半ば冗談だったんですが、そこまで嫌がられるとこちらも引っ込みがつかなくなってしまうな。やめてと言われても何をされると思っているのですか？ほう、姫君はそう思われますか。好きですよ、あなたのことは。
けれど、あなたにはわからないだろう。俺はあなたが可愛い。そして同じくらい憎らしい。逃げるな、姫。あなたの唇は甘いな。このまま何もかも食べ尽くしてしまいたい。あなたが可愛い。姫、俺のものだ。
ああ、あなたはなんて人だ。こんな好機を漂わせるなんて。言っておくが、俺は謝らない。あなたはいずれ俺の妻となる身だ。結婚前に何をしようが俺の勝手だ。何とでも言うがいい。